どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、油膜に困ったことはありませんか？自分は常日頃困ってます。油膜というのは水槽の水面に浮く、読んで字のごとく油の膜です。ギラギラとしたその見た目はとても不快で、せっかく水槽内をきれいなレイアウトにしていても、油膜が張るだけで台無しになってしまいます。そんな油膜なんですが、原因は諸説あり、バクテリアの死骸だったり、何らかの有機物であると言われています。正直自分はそんな原因なんてどうでもよくて、どうすれば油膜が消えるかなんて考えたことがありません。なぜならどんな水槽でもどんな状況でも必ず油膜が出るからです。よくバクテリアがしっかり定着してろ過が安定してきたら油膜消えるとか聞きますが、どれも全く当てはまったことがありません。そもそも生体を入れていない状態ですら油膜が張ります。もしそれがろ過サイクルができていないせいなら、そもそも無理ゲーなんで根本的な解決は諦めました。というか、浄水器を通した水をバケツに汲み置きしてたものですら、1日経ったら油膜張ってますからね。意味わからないでしょ。そんな油膜なんですが、先ほどお話しした通り、自分はすでに根本的解決を諦めています。必ず油膜は出るものだし、油膜の発生は自分の環境では絶対に抑えられないので、出た油膜をどうにかする方向に考えをシフトしています。なので自分の水槽には必ず油膜取り付きの給水パイプを取り付けてます。これを取り付けることでわざわざ他の器具を取り付けなくても常時水面の油膜を取り除いてくれるんです。以前から結構押している油膜リアンなどは一気に油膜を取ってくれるのでとても優秀ではあるんですが、その見た目と水槽1個につき1台常設しておかないといけないことを考えると厳しい。特に水槽1台につきコンセントが1つ増えるのが大変辛いところ。まだコンセントに余裕はありますが、あまりにも増やしすぎると管理が大変になりますしね。そんな油膜取り付きサーフェイススキマーなんですが、実は60センチ水槽以上にしか取り付けてないんです。それもそのはず、30センチキューブ水槽になってくると、60センチ水槽に使用しているサーフェイススキマーがでかすぎて使えません。なので30センチキューブ水槽に関しては、すべての水槽において油膜張り放題です。水槽によってはブラックモーリーを入れて対処していますが、やはり完全にきれいにできているところとできていないところでブレ幅があります。正直ブラックモーリーは油膜もガンガン食べてくれるんで、いないよりいた方が圧倒的にきれいにはなるんですが、どうしても個体差があるんですよね。おまけに雌雄が揃ってしまうとさっさと繁殖するので、そういったコントロールも難しい。ただ油膜をそのままにしておくと30センチキューブ水槽だけ見た目がひどくなっちゃうんです。特に水槽台の下段に30センチキューブ水槽を置いているため、必然的に目線は油膜が張っている水面に向きがちです。そして油膜の悪いところは、先ほどからお話している見た目問題だけでなく、ガス交換を阻害するという純粋な害もあります。CO2 を添加している水槽に油膜は出やすいようなのですが、その油膜は CO2 の抜気を邪魔するんです。本来 CO2 が逃げにくいのはいいことに感じますが、あまりにも溜まりすぎると生体が酸欠になって死んでしまいます。なのでそういったところも考えると油膜は害があるわけですね。というわけで今回はそんな状況を打破するべく、とある製品を爆買いし、すべての30センチキューブ水槽に取り付けて問題を解決していきます。ついでに廃盤になってしまった製品も取り付けるので乞うご期待。というわけで今回もいつも通り怪しい梱包から入っていきます。
これはたまに登場するアリエクスプレスから購入した商品です。本当、このサイトで購入した商品の梱包はえぐいのばかりです。ちゃんと届くからいいんですけど、ガムテぐるぐる巻きだし、梱包雑だしでお世辞にもいいとは言えません。おまけに注文から到着まで2週間くらいかかります。まあ、その分安いから許しますけど。というわけで開封して、いきなり飛び込んできたのは黒い何かの余り物みたいなスポンジ。汚ねえ。そして中にはお目当ての商品と緩衝材代わりに使われている謎の布が出てきました。なんかこの布みたいなやつの他に細切れにされてるゴミみたいなのも入っててマジで汚い。おまけにこのパーみたいな布は触るたびにホコリなのか毛なのかわからないものが飛び散ります。ひでえ。気を取り直して登場したのはこちらの商品。F ゾーングラスフィルターパイプ。こちらはたまに聞く中国かどっかのメーカーのサーフェイス隙間付き給水パイプです。今回はそれを7個購入してきました。これはアピスト水槽以外の30センチキューブ水槽をこれにするために買ってます。なかなか思い切った買い物をしましたが、憎い油膜を取るためにはこれが必要です。取り出してみると中には小さめなサーフェイス隙間給水パイプが入っていました。キスゴムなども付属していましたが、明らかに品質が粗悪でくっつく気配がないので、チャームで購入したキスゴムに変えます。本来は内径 12mm、外径 16mm のパイプで、現在60センチ用に使っているものと同じなんですが、こちらの方が隙間部分が短く細いです。こんな感じで隙間の他に径を変更できるガラスの異形ジョイントも付属しています。これはおしゃれでいいですね。というわけで全て開封した状態がこちら。なかなか壮観ですね。ちなみになぜか購入した数より1個多い8個並んでますが、これは以前購入したアズーのサーフェイススキマーが紛れ込んでるからです。これは以前買って公開したものランキングに載せてたやつなんですが、使いづらさは健在ながらもギリギリサーフェイススキマーとして使えたので、今回は頭数に入れてます。というか実はこのサーフェイススキマー、中国製のやつもアズーのやつも全く同じです。製品ごとに個体差はありますが、どれも誤差程度なので自分の好きな方を買えばいいと思います。ちなみに編集時現在はアズーの方が2813円、F ゾーン製が2599円です。個人的には安い方を選びますね。詳しく外観を見てみると、隙間部分と接続部分の長さが同じです。これが結構肝になってて、小型水槽でもこの背丈ならなんとか使えます。ただ小型にしたせいで、この給水スリットの調整部分があまりにも雑。前後でグラグラするため、しっかり手前に密着させておかないと、この給水スリットからしか水が入ってこず、肝心の上の隙間部分が働かなくなります。おまけにこの調整部分は横幅がスリットより狭く、完全に閉じても両サイドの隙間から水が入ってくる構造になってます。これはお使いのフィルターの流量にもよりますが、あまりにも流量が低下してくると、いくら給水スリット側を絞っても隙間が機能しないことは間違いなし。一応この中華製隙間を購入する前にアズーのものでちゃんと使えるのか予行演習してました。使うのはこちらの油膜びっしり30センチキューブ水槽。ほんとこうやって見ると油膜って汚いですよね。稼働させてみるとこのようにしっかり隙間の役目を果たしてくれました。コツはいりますけど。続いて給水パイプを取り替えたので、今度は排水側も取り替えていきます。使用するのはこちら DUA ストリームパイプオーブ P1。 価格は確か1個3800円。
こちらは ADA のブランド DUA から出ている内径 9mm 外径 12mm の小型ガラスパイプです。これを合わせて6個買いました。すでにこれだけで24,000円近く購入してるんですが、これには訳があるんです。実はこのストリームパイプオーブ P1、店頭在庫限りで廃盤になったんですよね。それを知ってからもう小型水槽に使えるこういったオーブ型のガラスパイプは手に入らないということで急いで購入してきました。正直このパイプの形が全てのガラスパイプの中で一番好きで、水流的にも水面の揺らし具合的にも気に入っています。60センチ水槽用の内径 12mm 外径 16mm のものであれば中華製のクソ安パイプが腐るほどあるんですが、小型のはなかなか売ってないんですよね。売っててもアリエクですら3200円くらいするので、だったら国内メーカーのいいやつを買おうと思った次第です。もしお近くのショップで売ってたらラッキーなので、欲しい人は今のうちに買っておきましょう。さすが ADA だけあって品質は文句なしですね。このK特有のキスゴムなしで水槽に引っ掛けるタイプのやつはスタイリッシュで好き。まあ割る危険性は上がりますけどね。ちなみに DUA では小型のガラスパイプを扱わなくなるのかと言われればそうではなく、メーカーホームページを見てみるとストリームパイプアークという形状のものは販売を続けるそうです。というわけで全ての給排水パイプが出揃ったので取り付けていきます。これで忌々しい油膜とおさらばします。まずはクソ汚いもともとついていたガラスパイプと交換するため外部フィルターを取り出していきます。水槽の奥に配置している関係上とても取りづらいです。取り出したらついでに洗浄しておきます。このエデニックシェルトは流量がそこまで強くないので基本的に通水性のいいスパイラル露材を使用。以前洗ったのでそんなに汚れてないかと思いきや結構お出が多かったですね。露材を全部取り出すとこんなに溜まってました。まあこれくらいだったらスパイラル露材を使用してると流量が落ちないということですね。というわけで設置後がこちら。しっかりオーブ型のパイプが排水してますね。この水面を適度に揺らしてくれるのが水面の揺らぎを生み水槽内がきれいに見えるんです。隙間もいい感じ。ただ自分は背面にすりガラスのようになるバックスクリーンを貼っているため、吸盤で取り付ける給水パイプは側面に取り付けるしかありません。そのせいでこんな感じでホースを延長せざるを得なく、だいぶ不格好になってます。まあどうにかいい方法を思いつくことを祈ります。そんな感じで新たに立ち上げた水草水槽にも取り付けていきます。今回はまだ立ち上げ初期なので露材も新しいものを使用。使うのはキャビティプロです。しっかりと充填したら蓋をして予備水のための水を外部フィルター内に入れておきます。これだけで始動できるのでこのフィルターは楽ですね。ちなみに排水パイプは6個しかなかったため数が足りず、ここの水槽は以前から持っていた1000円の中華製スピンパイプを使用します。スイッチオン。いい感じに始動しました。小さいながらもちゃんと油膜を取ってくれてるようで一安心です。というわけでいかがだったでしょうか。ほぼほぼこのシステム構築するためだけに4万円ほど使いましたが、必要経費だと割り切ってしっかりお金を使いました。油膜に悩まされるくらいだったらこれくらいドンとお金を出した方が気持ち楽ですしね。排水パイプに関しては直接的には油膜除去に関係ありませんでしたが、買わずに廃盤になって後悔するのが目に見えているので今買いました。どうせいつか買うし、それがこのタイミングだったってだけです。ちなみにこのサーフェイス隙間、小さいがゆえに調整が結構シビアです。
気づいたら沈んでることもありますし、汚れが目立つと油膜を取ってくれなくなります。おまけに先ほど言った吸水スリット部分の調整は、絞っても絞っても完全に止めることができないので、何かしらのバランスが崩れると、どうあがいても油膜が取れなくなることもあります。正直これはいろんな環境が重なって起こることなので、一概には言えませんが、少なくとも60センチ水槽で使っている隙間より安定性は段違いで劣ります。だいたいフィルターを停止してから再稼働させるときは沈んでるので、餌やりのたびに手で浮くように調整しないといけません。それでも油膜を取ってくれることは事実なので我慢してます。これしか小型水槽で使える給水付き隙間ってないので、実質選択肢がないんです。なんやかんや文句はありますが、これからも使い続けて油膜と無縁な水槽を維持していきたいですね。今回紹介したスキマーの商品リンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。一応中華製のものの方が安いのでおすすめしますが、アズーのものが欲しい場合はそっちを選ぶのもありです。今後もこういった製品を紹介していくので、気に入ってくれた方はチャンネル登録していただけると幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。